こんばんは、ボスケです。今回はね、短い動画ですが、これをね、紹介したいと思います。じゃじゃん。OFS のソフトキャリーバッグですね。キャリーバッグですので、このようにね、キャスターがついているタイプのバッグです。よろしくお願いします。これね、実はね、Amazon でね、3300円で売ってる格安のね、ソフトキャリーバッグなんですけれど、まあソフトなだけあってね、ハードケースではないですね。このようにね、持ち手も伸びるタイプです。まあ全体がね、こんな感じの、まあ別に取り立てておしゃれではありませんが、かといってね、ダサいわけでもないですね。3300円の割にはね、しっかりしたバッグかとは思います。じゃあね、なんで私がこれを買ったかっていうと、かなりね、今回はね、ニッチな話題になってしまうと思うんですが、これはね、GP 赤道儀を入れるためにね、買いました。これがね、ぴったりかなと思ったんですね。それではね、ここにね、GP 赤道儀があるんですが、これはね、まだ遠征とかにもね、行ったことがないので、このようにね、箱の中に入れてるだけです。なのでね、今回このバッグの中に入れたいと思うんですが、ちょっと開けてみましょう。このように開きますね。当然のことながらソフトキャリーバッグですのでペラペラです。初めはね、このようにね入れようかと思ったんですけれど、これじゃあね、ちょっとね、あまりにも衝撃に弱いと思いまして、これを用意しました。これね、実はね GP 用の箱のね、発泡スチロールなんです。この発泡スチロールがこのね、ソフトキャリーバッグとね、かなりね、ぴったりなんですよ。ほら、こんな感じで。それでは入れていきますよ。まずね、 GP 赤道儀の本体ですね。 GP のね、発泡スチロールなので当然ね、 GP がね、ぴったりと収まります。で、これを重ねて、で、シャフト棒はね、ここに収まりますよね。で、バランスウェイトで、これがね、バランスウェイトの蓋。これでね、閉じればなんということでしょう。このね、ソフトキャリーバッグが GP のね、ハードケースに変わりました。当然ね、中身はね GP 赤道儀ですし、もともとね、このケースもね、ふにゃふにゃのソフトケースなので、すごい軽いですよ。これだったらね、かなりね、遠いところまでもね、歩いていけるかなと思うんですが、初めに言った通りね、キャリーもついてますので、このようにね、平坦なところだったら持ち運ぶことができます。ですのでね、アルミケースがね、ちょっと重いなと思ってた方はね、こういうケースで代用してもいいわけですね。まあ条件としてはね、元箱の発泡スチロールを持っていることっていうのがね、条件になりますが、もしね、元箱の発泡スチロールがあれば、このね、Amazon で売ってる3300円のソフトケースがね、GP 用のハードケースとしてぴったりのサイズなので、今回はね、これをね、お伝えしようと思いました。まあ耐久性の問題とかもあると思うんですけれどね、 GP の重さがさほどでもないので、あまり心配することもないかなとは思います。持ち手とかもね、結構しっかりしてますしね、いきなりこれがビリビリっと落ちてダーンって落ちることはないかと思います。ということで GP 赤道儀をね、持っていて、さらにね、発泡スチロールを持っていることっていうね、かなりニッチな動画にはなってしまいましたが、もし参考にしていただけたら幸いです。ということで、ご視聴ありがとうございました。